はじめまして、アートロックウッドの庄司です。東京で左官や塗装の職人をしています。今回の動画ではお世話になっている町の小屋を塗り半築風仕上げをしていくための第1日目、左官下地を作っていきます。まずは養生です。養生テープをきちんと貼り付けるためにラスターという小さなほうきでホコリを払い、テーププライマーを吹き付けて養生の貼り付きを良くしていきます。養生は無駄な材料がつかないためや建物の保護などのためにやります。全体の作業の中でもとても地味な作業ではありますが、養生によって仕上がりが大きく左右されるのでとても大切な作業です。養生テープだけでは足りない大きな部分はマスカーというビニール付きの養生テープで覆っていきます。両サイドを余裕を持って貼り付けるのがコツで、広げた時に左右が足りなくなることがないので安心して作業できます。続いてシーラーを塗っていきます。今回使っているのはハイモルエマルジョンというものです。下地と材料の接着を良くするというのが一般的な意味合いですが、吸水調整剤という機能もあり、こちらは場所によって乾き方のムラが出るのを防ぎ、クラックを予防する効果も期待できます。左官作業の場合は必ずこの工程は行います。まんべんなく丁寧に塗りつけていきます。すぐ乾きますが、乾燥してから次の作業に移っていきます。ここからやっとコテを使った作業に入ります。こちらはフジモルというモルタルです。今回の小屋がラスカットという下地材で、ボードとボードの目地やボードと柱の間など大きな溝があったため、なるべく平らな下地にするためにまずはモルタルで下地を整えていきます。フジモルはセメントに発泡スチロールのような骨材や綿のような特殊繊維などが入っていて、とても作業性がいいです。厚塗りしやすく、コテ跡もつきづらい優秀な下地材です。熱伝導率が砂モルタルと比べ極めて小さいため、結露防止にも効果があります。コテ塗りは左官というだけあって左上から塗っていきます。左利きの人は右かもしれません。材料がこぼれないようにコテ板を下に添えてあげて、下から上に持ち上げるように塗っていきます。一度乾燥してしまうと部分的に塗り足すことができないので、一度塗ったら迅速に乾燥しないうちに全体を塗りつけ整えていきます。最後にクラック防止のためにグラスファイバーメッシュを表面に敷き詰めます。衝撃などにも強くなります。
コテに材料を乗せるコツは、コテですくおうとするのではなく、コテを乗せた定板をコテ側に返して乗っかった材料をコテで持ち上げるようなイメージでやると上手にできます。
ネジの間は乾燥後に痩せやすいため気持ち押し込んでおきます。仕上げは小手並みを残さないようできるだけ平らにしていきます。ここで平らにしておくことが今後の作業の仕上がりを良くしてくれます。最後に養生を剥がして本日の作業は終了です。以上です。いかがだったでしょうか。次回からは今回の下地に半築仕上げを1層ずつ塗っていきますので、よかったらまたご視聴お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。